ヤッホーとしきです。今回はストーリークリア後の最効率育成方法とダメージ上限の完全解説ということで、そろそろね、発売から3日、アーリーアクセスの人は1週間ぐらい経って、ストーリークリアまでこぎつけた人は多いんじゃないかなと思います。なので、ここら辺で、クリア後にできるめちゃくちゃ効率のいいキャラの育成方法2つと、その後ね、皆さんぶち当たるであろうダメージ上限って何ぞっていうところを解説していきたいと思います。このチャンネルでは他のゲームタイトルの攻略や最新情報もアップしてますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行くぞ。はい、それでは早速ストーリークリア後のおすすめ育成を2つご紹介したいと思います。この内容はですね、結構 YouTube 界隈他の動画でも紹介されている内容なので、改めてご紹介してから、この後解説するダメージ上限については、この育成をしてキャラの攻撃力がある程度確立されてからのお話になりますので、とりあえずね、こっちをトライしてみてください。で、条件としてはストーリーをクリアして、クエストのランクをマニアックまで解放してください。で、それどうやってやるのかというと、普通に進めていけばできると思います。で、何をやるのかというと、最初の街で受けられる無限クエストを周回する方法ですね。クエストカウンターの近くにいるおっちゃん、こいつに話しかけると、無限に受けられるクエスト、先物取引があります。で、炎のかけらと土のかけらを5個ずつ渡すと、武器のレベルアップに必要な素材と獲得経験値9800、そして MSP が700。で、もう一人がこっちにいますね。鍛冶屋を通り越してまっすぐ進んでいくと、ちょっと距離あるんですけどね、こんぐらい走っていただいて、はい、いましたね。この男の子に話しかけると2番戦時、こっちは風と水のかけらを5個ずつ渡すと、なんかアイテムがもらえて、こっちも獲得経験値9800と700もらうことができます。これ異常な数値じゃないですかね。やばくない？つまり2つのクエストをクリアすると、獲得経験値がだいたい2万と MSP が1400無限で手に入れることができます。1回クエストをクリアして戻ってくるとまた復活してるんで、このサイドクエストをクリアして報酬をもらったら何でもいいからクエストを入ってもう一回戻ってきて、これをクエストでかけらを渡す、 MSP をもらってまたクエストに出かける、この繰り返しで無限に MSP を簡単にゲットすることができます。普通はね、クエストに参加したキャラだけ経験値をもらえるんですけど、サイドクエストで達成してもらえる経験値に関しては仲間全員に付与されるんで、これから育成したいキャラクターにも経験値が入るっていう点で非常に効率がいいやつになってます。こんな感じで2つクリアしてみると、はい、フェリーがレベル63に上がりましたね。で、ご覧の通りもう MSP が1930に増えてますよね。これでね、じゃんじゃん MSP をつぎ込んでお気に入りのキャラをどんどん強くしていってください。おすすめは攻撃能力からですね、まず火力を出していきましょう。で、ちょっと待てと、そんな連続でやると炎のかけらも5個だし、土のかけらももうなくなりそうだよという方出てくると思うんで、このかけらたちを効率よくゲットできるクエストも探してきておいたんで、ぜひ参考にしてみてください。これから紹介したいと思います。まずクエスト選択画面で、ここですね、トレジャー登録しておくと分かりやすいですね。かけらを登録しておいてください。で、例えば炎のかけらは、ノーマルのボルカンボーラ討伐2800の戦力値のやつですね。これをクリアすると、平均8から10個かけらを落として、マグマワームっていうアイテムが7個平均で出ました。で、ラファールコインが2枚落ちます。で、マグマワームとラファームコインで、よろずやに持っていくと炎のかけらにまた変換できますんで、それも合わせると結構炎のかけら1回で集めることができます。続いて水のかけらは、ノーマルのマナガルム討伐戦力値2600のやつですね。これをクリアすると水のかけらが3個から6個で、霜柱っていうコインと合わせると水のかけらに交換できるやつですね。それが5個から7個で、コインが2から3枚落ちました。これが一番効率がいいかなと思います。続いて土のかけらは、ノーマルのロックゴーレム討伐推奨戦力値1600のやつ。これだとかけらが平均3個ぐらい落ちて、デザートダストが5個から6個。これもよろずやのトレジャー交換で、ラファールコインと組み合わせて交換すると土のかけらに変換してくれるアイテムで、あとコイン自体が12枚ゲットできます。そして最後風のかけらは、ノーマルのグリフォン討伐。これに関してはちょっとね、いろいろ試したんですけど、あんまりかけらを落とすミッションがなくて、これでも1しかゲットできないんですね。丸石っていうのを5個から6個落として、これもね、コインと組み合わせると風のかけらに交換できるんですけど、コイン自体も10枚から13枚ゲットできますから、風のかけらに関してはトレジャー交換で集めるのが、一番最適解なのかなと思いました。で、それぞれ難易度ノーマルなんで、もうほぼ敵ボスワンパンで倒せて、だいたい4秒とか5秒とかで終わっちゃうんで、すごく周回自体は楽だと思います。それを繰り返すことによってね、攻撃能力 100%、グラム 100% なんですけど、そういうことができたり、井戸だったらもう攻撃力が13700ありますよ、みたいなね、結構なバカ火力まで一気に育てることができますんで、これぜひやってみてください。そして2つ目の最効率育成法は、サバイバルにあるクエスト、難易度マニアックまで進
進めるとサバイバルの一番下にスライムの大群だというクエストが追加されています。もちろん難易度はマニアックですね。で、こちらはどういったクエストかというと、ドラクエとかでいうはぐれメタルがいっぱい出てくるような、めちゃくちゃ効率のいいクエストになってます。敵の攻撃はそんな強くないんだけど、たくさん倒す必要があるので、先ほど1個目に紹介した方法で、とりあえず1人ないし2人ぐらいは火力をね、攻撃力1万ぐらいまで育てておくのがいいんじゃないかなと思います。まあ大体ね、30体とか50体ぐらい倒せたらまあ十分かな。もしね、火力が上がってきたら早めにこっちトライしてみるのもいいかもね。で、このクエストでゲットできるものはもうほぼ全てですね。お金と経験値と MSP、まんべんなくゲットできて、ステージクリアするとラジエルの書、銀、もしくは銅をゲットできて、これは自分の好きなキャラクターに経験値を振り分けることのできる経験値本なんで、クエストに参加していないキャラも育成することができるんで安心してください。あと地味に武器の強化素材、結晶台も落とすんで、これも嬉しいっすよね。で、実は確率でどんぐらいだろう、1時間とか2時間に1回ぐらいのペースで、なんかレジェンド的な珍しいスライムが出てくるんですね。僕1回だけ出会って、しかも倒し逃しちゃったんですけど、残り30秒ぐらいで出たかなって記憶なんで、ちょっとそれだけ覚えておいてください。で、そのレジェンドなスライムを運よく倒すことができると、こちらダリア召交換の金賞の方の交換で上から3つ、ここまでのアイテムをなんか複数個落とすらしいんですよね。この3つがめちゃくちゃレアアイテムで、例えばアムブロシアだったらマスタリーポイントいっぱいもらえたり、ダマスカスだったら武器の強化レベル条件を1個スキップすることができるんですね。例えばレベル125から150までの上限アップは結構めんどくさいことが多いんで、これ使ってしまえば一気に150まで上げれてかなりはかどりますね。で、あとは自分の好きな陣を一気にレベル最大までするやつ。もしレジェンドスライム見かけたらぜひ倒したいところ。そしてこのミッションのおすすめキャラクター紹介しておきます。僕は最初井戸を使っていて一番育ってるんで火力も高いし使ってたんですけど、なかなかね、効率よく倒すことができなくて50体ぐらいで終わってしまうんですね。で、ナルメアとオイゲンが一番有力候補で、範囲攻撃持ちで、こっちもグレネード持ちで広範囲高火力の攻撃できるんで、この2人にした途端ね、80匹ぐらい倒すことができたんで、この2体超おすすめですね。まあ全然ね、グランとか他に好きなキャラクター使っていただいても全然大丈夫だと思います。もうね、結構作業的になりやすいんで、楽しみながらやってみてください。それではまずナルメアからやってみたいと思います。はい、やっていきたいと思います。まあ、ナルメアが結構便利な感じはしましたね。結構ね、それでもね、火力を上げなければ一発で倒すことは不可能なので、かなりね、育成は必要になってきますね。はい、これで一撃じゃ倒しきれないので、攻撃力バフをつけてから、全体攻撃をやると、意外と、倒せたりします。ここ、ひるみをチャージで耐えて、こんな感じ。はい。これが結構ね、スライム硬かったりするんで、範囲攻撃便利なんですけど、まあ、これで倒しきるというよりかは、あとは味方にこれで倒してもらうって感じがいいですかね。これ味方 NPC の場合は、スライムがこう、隠れてる状態だと攻撃開始してくれないので、どちらかといえば、ナルメアでとどめを刺すというよりかは、この範囲攻撃でスライムを起こして、あとは味方に倒してもらうっていう感じが、いいのかもしれませんね。その代わり、それをやる場合は、味方の火力が育ってないと、ちょっと厳しいかなって感じですね。僕のナルメアだとうまくいったら80匹ぐらい倒せたんですけど、そんなにね、たくさん倒さなくても、とりあえずこれガンガンやってるだけで大丈夫なんで、それだけでどんどんレベルは上がりますし、お金も貯まるんでね。はい、で、残り30秒ぐらいでこんな感じで最後のでかいやつって言うんですけど、ここで、運が良ければめちゃくちゃ激レアなスライム引き当てることができると思います。僕はまだね、今までで1回しか会ったことないんで、しかもね、倒せずにね、逃げられてしまったんで、その動画をお見せすることはできないんですけど、この最後の30秒ぐらいは意識して真ん中にどういうやつが湧くかちょっとね確認した方がいいかなって感じですね。はい、こんな感じで今回は69匹しか倒せなかったんですけど、うまくいったら80匹ぐらい倒せたんですけどね。ナルメは結構便利なんで火力必要なんだけど、ぜひねやってみてください。はい、そして報酬がこんな感じですね。獲得ルピー17万と MSP が800、でこれがラジエルの書っていうのが経験値本なんですけど、好きなキャラクターに使うことができる銅と銀、銅が3つ落ちましたね。で異物が確定で1個落ちたりして結構美味しいですよね。でここら辺のお金になる金策のピカピカ石がかなり落ちてるっていう感じで、これ回っときはとりあえず全部手に入るんで、困ったらこれ回ってみてください。結構楽しいっすよ。はい、それではオイゲンやってみたいと思います。ちょっと前に進んでエイムモード、そしたらグレネードをこんな感じで起爆範囲のギリギリ重なるところに置いて起爆。はい、これを繰り返すだけですね。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。この赤い範囲がねギリギリこう真ん中に来るように、はい、
全て含まれる、敵がね、一番含まれるような状態で配置していただいて、こんな感じですね。割とね、広くても大丈夫です。これぐらいとこれぐらいで。はい、やると一気にドカンと巻き込むことができますね。かなり簡単じゃないですか。はい、ナルミアに比べてめちゃくちゃ簡単なのはお分かりだと思います。はい、こんな感じですね。はい。で、たまにこういうアビリティ使っちゃってもいいんですけどね。使わなくても大丈夫です。はい、奥の方にも湧くので、ちょっとグレネード投げて起爆してみましょう。はい、こんな感じ。結構、巻き込めてますよね。いい感じです。ほんとね、オイゲンの方が M モードで動かなくて済むんで、めちゃくちゃ楽なんですよね。で、倒しきれなくても、スライムを起こすことができるんで、味方がね、攻撃どんどんしてくれるようになるんですね。これめちゃくちゃ楽でした。はい、ドッカーン。いいですね。やばいな。なんかタイムアタックやってるみたいだな。面白いな。やばい危ない。なんかシューティングゲームみたいで面白いですよ、結構。で、僕のオイゲンは攻撃力今1万を、確保してある状態で、マスタリーポイントも、攻撃の方だけは全て振ってある状態です。HP はね、今回そんなにいらないので、全然振ってないですね。火力だけとりあえず特化した状態で、とりあえずオイゲンだけ育ててみるのもありなんじゃないですかね。このクエストがかなり楽になるんで、はい、こんな感じでね、エイムモードでずっとグレネードとシューティングゲームするだけで簡単にいっぱい倒すことできるんで、ナルミアかね、オイゲン好きな方ぜひ使ってみてください。はい、それではダメージ上限の完全解説やってみたいと思います。さっきご紹介した内容でね、ある程度キャラクターが育ってきて攻撃力も上がってきたなーっていう感じの人いると思うんですけど、今作の G にはダメージ上限というものがあって、で、ダメージ上限って何ぞやと、あとはダメージ上限って何個ぐらいつけるのが適正なのかっていうのもご紹介していきたいと思います。ご自身のね、推しキャラでこうやって戦っていくのにあたって、攻撃力が足りてるのにダメージ上限に到達していて、もっと火力が出るのになーっていうパターン、もしくはその逆で、攻撃力は足りてないのにダメージ上限ばっかり広げてしまって、もっと攻撃力積めばいいのにっていうね、この2パターンをね、回避できるんで、ぜひこっからの内容を参考にしてみてください。で、今回使っていくキャラクターは分かりやすく主人公グランでいきたいと思います。レベルが100で、攻撃力が6201の状態ですね。で、武器はエオスブレード、覚醒武器ですね。レベル100まで育成してあります。で、追加スキルでアビリティダメージ、スキルレベル5ついてるんですけど、これね、あんまり気にしなくて大丈夫です。今回の実験で、重要っちゃ重要なんですけど、そこまで、検証するには邪魔にはならないので、このままでいきたいと思います。で、ジーンは何も装備していないすっぴんの状態でやりたいと思います。先に結論めいたことをお話ししておきますと、今作のダメージ上限っていうのは、他ゲームでよくある9999とかね、99999とか、とても綺麗な数字が全ての攻撃において並ぶわけではなくて、四角攻撃、そして三角攻撃、またはアビリティそれぞれによって上限値が異なっています。例えば主人公だったらレギンレイブ、ドライブバースト、いろんな攻撃アビリティあると思うんですけど、レギンレイブはレギンレイブのダメージ上限、ドライブバーストはドライブバーストの上限値があると思っておいてください。で、いろいろ実験してきたんですけど、結構振れ幅があるんで、それぞれのアビリティのダメージ上限値を覚えるのは非常にめんどくさいと思っておいてください。はい、それではやってみたいと思います。まずはレギンレイブからやってみたいと思います。これね、アビリティ連発できる設定に変えてあります。23398がクリティカルで出ましたね。もうちょっと攻撃してみましょうか。はい、23398、22957。あれ、親と思いますよね。23398がなんかいっぱい出てんなって感じしますよね。で、次、ドライブバースト打ってみたいと思います。60749出ましたね。はい、57351。もうちょっと打ってみたいと思います。60748。56876。結構ばらついてますよね。それでは装備、ジーンのところで、カニを装備して攻撃力を1回プラス1000してみたいと思います。7201の状態で試してみます。では、例のごとくレギンレイブからやっていきたいと思います。はい、23398。これは結構わかりやすいですよね。これ何回打っても、クリティカルは23398で止まってしまいます。ということは、レギンレイブは23398がダメージ上限なんだなと分かりましたね。では、ドライブバースト打ってみたいと思います。どのくらいまで出るのか。68817出ましたね。68000、さっきよりかなり出てる感じがしますよね。攻撃力プラス1000の恩恵なんでしょうか。はい、66615。あ、でもまだダメージばらつきがありますよね。ということは、攻撃力7201の時点では、レギンレイブはダメー
ージ上限なんだけど、ドライブバーストはまだ上限値ではないということが分かりました。はい、それではここからめちゃくちゃ攻撃力を高めて、12,861、約4000ぐらい上げた状態でやってみたいと思います。はい、もちろんレギンレイブは23,398。これはもうクリティカルが出なくても、通常ダメージで23,398が、固定で出ているのが分かります。ではドライブバースト、まだ打ってみましょうかね。はい、116,069、118,099、まだばらつきがありますね。通常で78,000ですね。まだばらつきがありますね。って感じで、あれから攻撃力を4,000、5,000ぐらい上げても、ドライブバーストはまだダメージ上限値に至ってないんですね。めちゃくちゃな振れ幅ありますね。それではダメ押しで12,861の攻撃力にアビリティダメージをレベル10追加してみたいと思います。さあ、これでドライブバーストはどうなるか。はい、14398出ましたね。あ、14398、2回出ましたね。もうちょっと打ってみますかね。おそらくなんですけど、14万、はい。確定ですね。14398がドライブバーストのダメージ上限値ということが分かりました。はい、こんな感じで主人公グランの場合はレベル100でマスタリーポイントを全振りしただけ、ジンを何も装備していない状態ですぐにレギンレイブはダメージ上限に達したのに対して、ドライブバーストは攻撃力をめちゃめちゃ上げて、さらになおかつアビリティダメージも積まないとダメージ上限に達しなかったですね。はい、でダメージ上限が分かったので、ここからようやくダメージ上限のジンをつけてみたいと思います。レベル8の時点でダメージ上限はプラス 24% まで上がります。はい、これでどうなるか。まずレギンレイブからですね。はい。はい、確実に 26,998。まあ、これも、同じ数字が出てるんで、さっきのダメージ上限よりかは、上がった感じなんですけど、これでもまだダメージ上限って感じですね。で、ドライブバーストはというと、はい、156,107出ましたね。さっきよりも高い数字が出て、ばらつきが出ているので、これでまだ攻撃力は上げても大丈夫。ダメージ上限までは余裕が出たという結果になりましたね。16万。はい、ここまで攻撃力を上げて、アビリティを上げて、ようやくダメージ上限の旨味が出てくるようになりました。まあ、レギンレイブはね、特にダメージ上限なんですけど、ドライブバーストに関しては、ダメージ上限はそこまで積まなくても別に攻撃力上げて OK な技だと分かりましたね。これはね、アビリティによって結構複雑に設定されてますね。しかも全キャラ分覚えるのは不可能なんで、じゃあどうすればいいのかっていう結論なんですけど、単純にね、もうお気づきの方いるかもしれませんが、普通に戦ってて、なんか同じ数字ばっか出てんなと思ったら、ダメージ上限をつける。これぐらいの軽い感じでいいんじゃないかなと思いましたね。だってさ、いちいちこんなんダメージ測ってたらめんどくさいじゃん。なんでとにかく同じダメージが出たらダメージ上限を検討するぐらいで、それまではね、とりあえず攻撃力ぶっぱでいいんじゃないかなと思います。冒頭お話しした通りね、ダメージ上限までまだ距離があるのになんか上限ばっかりつけてる。もしくはその逆でダメージ上限に来ているのになぜか攻撃力ばっか上げてしまってるみたいな変なバランスにならないようにね、この動画参考にしてもらってうまくバランス取ってもらったら一番強くなるんじゃないかなと思います。ぜひね、皆さんご自身の推しキャラで同じ数字がダメージで出てないかチェックしてあげてください。それでは最後おまけでカニの共鳴 VS 暴君やってみたいと思います。何をやるのかというと、結局カニの共鳴と暴君どっちが強いのって話なんですね。改めてアビリティ紹介しておきます。カニの共鳴は攻撃力プラス1000。これは前回の動画でご紹介したリトルスニッパーというカニを全部集めるとこの値になりますね。で、暴君は HP が減少する代わりに攻撃力がめっちゃ上がるってやつ。HP がマイナス 20% でスキルレベル7で攻撃力がプラス 19%。これ結構強いんですよね。でも 19% と1000ってどっちが強いのって話なんですよ。で、結論これどっちが強いのっていうと、どっちが強いとか別にないんですよ。その理由として分かりやすいのが、例えばカニの共鳴これを外そうとしてみます。そうすると攻撃力1000マイナスのはずが1190マイナスと出てしまうんですね。おやおやと思いますよね。これは暴君のプラスパーセントもこっちに入ってるんですよ。なので暴君というのは基礎の元々ある攻撃力に 19% っていう感じなので、この2つはね、どっちが強いっていうよりは協力体制、お友達なんですね。どっちをつけるかっていうよりは両方つけた方が強い。なので別にここカニの共鳴じゃなくても何かしら攻撃力の上がるもの、例えば攻撃力5とか武器にも攻撃力つけてとか、キャラの突破ボーナスで攻撃力狙ってとかでもいいんですけど、母体の攻撃力があって輝く暴君なので、まあこれはね、両方つけてもらうのが一番いいんじゃないかなと思いましたね。攻撃力の寺院がレベル50になるとプラス2000までできるんで、そうなってくるとカニの共鳴ってプラス1000いるのかって話になるんですけど、ただレベル50まで攻撃力の寺院が行くのは終盤というか結構やり込まないとダメだと思うんで、それまでは
はね、カニの共鳴一つで事足りるんじゃないかなと思いましたね。なのでね、この二人は仲良しで、カニの共鳴で上がってるからこそ、次、ボー君もう一個つけようとしても、プラス1022っていう偉い数値が上がるっていう感じなんで、ほんと仲良しって感じで覚えてもらえるといいと思います。攻撃力上げすぎても、やっぱりダメージ上限との兼ね合いが必要になってくるんで、ぜひ皆さん頑張って育成してみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。ストーリークリア後の最高率育成方法とダメージ上限完全解説でしたが、やっぱこのおっちゃんどこでも便利っすね。今回のね、このダメージ上限についてはちょっとね、参考になったら嬉しいっすね。今後配信でどんどん強いレイドボス出てくると思うんで、いろんなギミックがね、出てくると思いますが、とにかく火力はね、補強しておきたいところなんで、攻撃力とね、ダメージ上限のバランスをぜひ意識してみてください。このチャンネルではね、他のゲームタイトルの攻略なんかも上げてるので、もしよかったらね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、としきでした。さようなら、バイバーイ。